どうも、ホビーチャンネル G です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もほったらかしの放置キット、やっつけていきたいと思います。レッツリメイクということで、前回同様、ザクをやっていきたいと思います。量産ザクは仕上げましたが、今回は新松永専用ザクをやっていきたいと思います。今回は時間の関係でパーツをばらして面出しのシーンは割愛させていただきます。同じ幅で筋彫りを作るにはデバイダーで長さを測り、先っちょで傷をつけて、その傷に合わせてラインテープを貼っていきます。そうすることによってかなり左右近いラインが引けるようになります。曲線用のラインテープですが柔らかいので気をつけなければすぐ曲がってしまいます。曲がってるなと思ったら剥がして何度もやり直した方がよろしいと思います。ちょっと変だな。曲線用のラインテープは歪みやすいので注意が必要です。デバイダーできっちり幅を測ってなるべく同じようにラインを引いていきます。とはいえ限界がありますが、そこら辺はアバウトでいいと思います。前回もお伝えしましたが、最初から圧力をかけると曲がってしまいますので、優しく撫でるように少しずつ削っていくようにします。優しくです。そうです。優しくです。何度も往復するうちにきっちりと筋が入っていくと思います。最後はテープを剥がしてラインを確認して仕上げで鋼で彫ってください。ラインを深く掘りすぎてしまうとパーツが削れたり折れたりする原因になりますので注意が必要です。左右のバランスを確認して長さを調整します。サーフェイサーを吹いて筋彫りをして、またサーフェイサーを吹いて筋彫りをします。その繰り返しです。マスターグレードのザクはダクトのモールドの形があまりお気に入りではないので、前回同様台形の形に変更します。プラ棒でまずポイント止めをして形状を変更した後にパテ盛りで形を整えます。瞬間接着剤用の硬化剤があればより作業がしやすいと思います。
裏から追加で補強してやります。ちょっと指怪我してしまいました。注意してください。台形の形が整ったら A 材 B 材を同量こねてエポキシパテを使用します。隙間にエポキシパテを埋めて乾燥してから削り出します。あまりにこの時少量ですと、ちょっと削り始めでエポキシパテ丸々取れてしまうことがありますので、注意が必要です。ピンセットの先っちょで成形していきます。乾燥したら削り出します。新松永用の白色のチョイスです。今回もメインはガイアカラーでいきたいと思います。僕は基本的にガイアカラーかフィニッシャーズカラーを使っています。理由は密閉度が高くて乾燥が早いからです。エアブラシ用に希釈します。いつもやってることですが、瓶のラベルを丁寧に剥がして、新しく希釈するボトルに貼ります。これをやることで、マジックで書いたりせずに、わかりやすくラベルを発見することができます。このようにラベルを貼り替えて使用しています。塗料は底の方にダマになって固まっていることがあるので、よく攪拌して流し込みます。だいたいその塗料によって違うんですが、1対3ぐらいの割合で薄めています。実は塗料によっても若干ベストコンディションが変わるので、その辺は自分でやってみてください。それでは白を拭いていきます。例によってお外で塗装してます。時期によっては湿気が多いと水がたくさん出てきて塗装が中断することが多々あります。アルミパーツを埋め込みします。
パーツにドリルで穴を開けて、瞬間接着剤で留めていきます。穴が小さすぎると当然入りませんし、穴が大きすぎるとゆるゆるで止まらなくなりますので、適度な大きさの穴を開ける必要があります。ピンバイスのドリルで穴を開けていきます。ピンバイスのドリルを使うときにセンターがずれてしまうことがよくありますが、最初の削り出しのときに何度か確認してセンターが出ているかよく見た方がいいと思います。細かいパーツになりますので、怪我をしないように、また紛失したりしないように注意しましょう。穴が開いたら一度確認ではめてみます。穴がギリギリだとちょっとはまらないです。もう少し広げないと奥まで入っていかないようです。少し穴を広げてみました。どうでしょう？いい具合にはまってると思います。上下2箇所穴を開けたら2つ刺して後ろから瞬間接着剤で留めます。墨入れをしていきます。今回はボディが白いので、黒だとちょっと墨入れがきつくなりすぎちゃいますんで、グレーをチョイスしました。グレーのエナメル塗料で墨入れをやっていきます。ちょっとグレーなんで分かりづらいと思いますが、流れていってるのがお分かりになると思います。グレーの墨流しってあんまり目立たないんですよね。まあでも黒だと目立ちすぎちゃうんで、なかなか難しいところです。とりあえずは筋彫りしたところすべてに墨流しをしていきます。
墨流しが終わったら、溶剤を綿棒に染み込ませて、はみ出た部分を取っていきます。まあ、白のボディにグレーの墨流しって意外と見えないですね。黒だときつすぎると思いますので、なかなか難しいですね。とりあえず適当に流して、後から綿棒で全部拭き取ります。バーニャを取り付けます。今回使用したのはハイキューパーツさんの STD スラスターノーマル 10mm を2個入りを3つ買って使用しました。メタルスラスターって形状が細かくてかなりクオリティが高いですよね。特にハイキューパーツさんのは信頼できると思います。仮組を全部外してスラスターを取り付ける部分を外していきます。リッパーでボールヘッドを切り落としてピンバイスドリルで穴を開けていきます。うまく削れたら瞬間接着剤で固定していきます。とてもいい感じです。ドリルで穴を開けるときですが、センターがずれるとちょっとかっちょ悪くなっちゃうので注意が必要です。ど真ん中に開けて、センターがしっかり出ている方がかっこいいと思います。スラスターの素材がアルミですが、塗装して使う方もいらっしゃると思います。今回はボディが白なので、メタルの素材感そのままでいきたいと思います。瞬間接着剤をつけて、穴にピタッとはめていきます。
れで片一方のスラスターが完成です。かなりいい感じですね。サイズ感もバッチリです。10ミリでちょうど良かったんじゃないですかね。白いパーツにアルミのシルバーがすごく合ってますね。さあ、それではですね、組み上げていきたいと思います。今回の城、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。実はですね、ちょっと汚しを入れすぎたかなと、陰影をつけすぎたかなという反省はあります。あと思ったんですが、光沢面と半光沢面、それは素材の部分を活かして塗り分けた方が良かったかなと。実は塗り分けていたんですが、最後のコーティングの段階でセミグロスを全面に吹いてしまったので、ちょっと質感が変わってしまいました。次回の参考にしたいと思います。やはり艶があるパーツと半光沢のパーツと両方混在していた方がよりリアル感が出ると思うんですよね。はめるときにパーツを折ったりゴリゴリ削ったりしないように注意しながらはめていきます。さあ、それではですね、上半身と下半身を合体させて完成となります。やりました。完成しました。ありがとうございます。このザク、毎度のことですが、作るのに10年かかりました。